はい。今回はこちらの Brown って読むんですかね。の Weapon Light のレビューになります。このチャンネルで Weapon Light のレビューは初めてなんですけど、何しろ、こちらすごく安かったので、ちょっとレビューしてみたいかなと思いました。ちなみにこのライト、すごく見覚えあるなって方もいるとは思うんですけど、こちらのストリームライトとウリ2つのライトとなっております。少し違いは見てわかりますけど、ほとんど同じかなとは思います。こちらは X の方でストリームライトに訴えられていたって書きましたけど、実際のところは訴えられていたライトです。その後にいろいろ変えてその訴えが取り消されたということは、どっかで読みました。いろいろなテストしていきたいですし、こちらのストリームライトといろいろ比較していきたいと思うので、いろいろなテストもしてみたいと思います。まずはじめにこちらのブラウンのライト、お値段がすごく安いんですよ。ちなみにこちらのストリームライトはだいたい$154ぐらいでしたね。こちらのブラウンのライトはだいたい$50ぐらいでしたね。なので本当このライトと比べてだいたい3分の1の値段になりますね。半分以下っていうのはすごいと思いますけど、実際どこまで違いがあるのかっていうのをちょっと試したいと思います。こちらのライトパッケージ見てみると、新しいバッテリーで1時間半をつけっぱなしで可能みたいですね。そしてこちらのレンジ、距離はだいたい150で45メートルぐらいだそうです。そして5フィート、だいたい 1.5 メートルから落としても大丈夫。あとはただ、これは、薄いデザイン。そしてこちらが、このガラスの部分が、壊れにくいってことが書いてありますね。裏を見てみると、本当ストリームライトかって思うほどの絵が描いてありますけど、これはだいたい操作法が書いてありますね。こちらは実際の見ていって確かめいろいろ見ていきたいと思います。それではこれ開封していきましょう。まずパッケージについてくるのはこのライトとこのツールと予備のネジ、そしてこちらの、マウントのものですね。そしてこの L 字のツール、ちなみにこちらはこのストリームライトの方についてきたツールですね。ツールとこのものですね。見た感じ全く同じです。それはちょっと後で見ていきますか。まずこちらのライト、先に言っておくとこちらのライトいろいろ使っているのでちょっとレンズが汚れております。そしてこちらはまだ新品なので綺麗です。銃につけて100発ほど撃ってこのレンズどうなるかちょっと試してみたいのもありますね。そしてこのネジの部分、これですね。これははっきり言ってネジがちょっと違うぐらいで大体同じですかね。これを緩めてみれば多分押して銃につけられる状態になると思います。もしストリームライトと一緒でしたらの話ですけど、これはなんかすごく微妙ですね。ストリームライトの場合はこちらのネジを緩めてここを押すとつけられるんですけど、こちらの場合押してできなくもないかなって感じなんですけど、なんか作りが弱いのでこっち側の部分も動きます。なんか意味あるのかはわからないですけど、後でつけてどうなのか試してみましょう。見るとここの部分が、パーツが2個になっておりまして、こっち側もなっております。ストリームライトの方はこの1個でこちらが2パートになっているので、こっち側が固定されてこう押し込んで開けられる状態になります。このパーツ、こちらのパーツですねはGL グロック用のものです。
これも同じく GL って書いてあります。見た限りこちらは両方ともプラスチックなんですけど、はっきり言ってこのプラスチックは安物のプラスチックに感じますね。こっちの方がすごくいいものに感じます。この電池の部分、このストリームライトはこの後ろの部分を開けて、最後までこう開けたらこの後ろの部分を引っ張ると開きます。ストリームライトの方はこう後ろに開けて同じように開くとは思いますですね。そしてここで引っ掛けて同じように閉める感じですね。引っかかりがすごく弱く感じますね。ストリームライトは本当こう開けてこの引っかかりの部分が簡単にこう引っかかって片手で閉められるんですけど、こちらはこう開けてだいたい同じですけど、こちらのプラスチックの方がすごく安物に感じますね。こちらは本当に硬いプラスチック、こちらはもうちょっと柔らかいかなって感じのプラスチックなので、こっちの方がもうちょっと頑丈に作られてる感はありますね。まあこっち側を見るとはっきり言ってこちらはバッテリーの注意書きですね。ライトの部分は、こちらにシルバーのものがあって、こちらはそれがありません。古いやつはこの、訴えられたバージョンはこっちのシルバーの、ここもシルバーだったらしいんですけど、それを変えることで訴えを取り下げたっていうのは読みましたけど、実際それがどうやって関わっているのかは個人的には分かりません。ライトはこちらの LED のライト、こちらはストリームライトの方ですね。こちらは外れないっすね。見る限りLED みたいなんですけど硬くて取れません。あとは操作性ですかね。この後ろの部分、右がストリームライト、左が、こちらのブラウンの、ライトですね。見た限り違いはほとんどないですね。こちらの引っかかりがちょっとストリームライトの方がこちらのより目立つって感じですかね。それ以外ではほとんど変わりないですね。操作性はこちらの左の部分を上にやるとロックします。下のところを下に、この左の部分を下にやると、ライトオンオフにできます。そして早くやるとストロボになります。ちなみにこちらは同じく下上で早くやるとストロボを固定できます。実際のところ上にやって下に1回戻してもう1回やるとこうストロボにはできるんですけど、はっきり言ってそこまでストロボをそこまで長くやってるのかといえば多分やることはないとは思うので、そこまで必要性はないかなと思います。ストリームライトの方はこれを上にやるとロックします。そして下にやるとこうオンオフを自分でコントロールできます。離すことによって消えます。そしてこれも下にやるとストロボ、そして
した上で早くやってストロボを固定にすることができます。操作して思ったことは、はっきり言ってこの上に上げた時のロック、そしてこちらの安い方のライト、上に上げた時のロックがすごく硬いんですよね。カメラで聞こえるかわからないですけど、このカチッって音がすごい大きいです。なのに対してこちらは本当スムーズに動きます。違いははっきり言ってそれぐらいですね。大きさも全く一緒に見えますし、一切何も違わないかな。大きさ的には一切何も違わないかなって感じがします。自分はこちらのストリームライトをこちらの CG につけております。付け方はこう、ストリームライトの方は下からこのネジの部分を押して、そこからこう入れるような感じで、あとはネジを簡単に締めれば、普通はドライバーでちゃんと固く締めますけど、今はこの状態でやっております。操作性はもう本当楽なので、ライトに個人的にはこのライト使いやすいですね。こうトリガー持っててこう、親指が邪魔になりませんけど、ちょっと持ち方に工夫はいりますけど、それ以外でははっきり言って操作性はすごく楽です。こちらが、キャリーしてるホルスター、これがこの中に入り、ライトがこう見える状態ですね。ではこちらちょっと入れていきましょう。はい、ではこちらの安物ライト、ちょっと試してみたいと思うんですけど、これはストリームライトの方ではこう押し込んで離すことによってこっち側からネジというかバネで押さえられるので、こうネジ締めなくても落ちることがありません。そしてこちらのブルーのライトはこう押し込んでもネジのテンションがないんですよね。なので両手で押し込むような感じにするか、もしくはこう押さえてネジを締めて固定する感じですかね。すごくぐらつきがあるような気がするのが、もうちょっと締めればぐらつきがなくなります。こちらも操作性は一緒なので、はっきり言って邪魔に感じることはないですね。大きさもほとんど変わらないですし、こちらのライト入れて入らないですね。ストリームライトのホルスターには何かが違うみたいですね。見たところ、ここにちょっと傷というかなんかできてしまっているので、この部分が出ているせいだと思いますね。ストリームライトを見るとここあんまり出てない。これは電池を保護するためのラバーですね。こちらはこう出っ張ってしまって、カメラで見えるかわからないですけど出っ張っているので、このホルスターに入らないんだと思います。なのでこちらのような専用のホルスターでは、このストリームライトの専用のホルスターではこちらの安物ライトは使うことはできないみたいですね。ちょっとライト以外のところにありますけど、こちらの部分、こちらはストリームライトのものですし、こちら P320 のものなんですけど、はっきり言って全く同じなので、この部分のグロックのこれも見て分かる通り、はっきり言って全く一緒なので、ただプラスチックのこっちの方が安っぽく感じます。それ以外でははっ
きり言ってほとんど一緒ですかね。まあこれがストリームライトのホルスターに入れば本当もすごくおすすめできるライトなんですけど、入らない分ちょっとおすすめできないかなっていう気持ちがあります。そのおすすめできない理由っていうのが、このホルスターっていうのははっきり言って専用になってしまっているので、それ以外のものを入れることができません。このストリームライトがちゃんと入ることイコール、このコピー品が入る。コピー品が入らない場合は、その質が悪いというか、全く同じではないので、このホルスターが使えなくなってしまいます。なので、はっきり言ったらこのライトそこまでおすすめできないというのが本音ですね。まあ、それでも、シューティングなんかには、この安い銃でも問題ないとは思いますし、どんどん使っても問題ないと思います。ただ、ホルスターが欲しいとなると、このライトで使えることがないので、そこはどうしたらいいか。このバッテリーの部分のこのゴムを削れば入るとは思いますけど、それ以外ではもう本当どう扱っていいかわからないですね。まあ見ての通りちゃんと全部入りません。押し込んで抜けなくなるのも嫌なので、押しませんけど。次にライトの違いを見ていきます。まだ日は高いのでカーテン閉め切ってドアも閉めて試してみたいと思います。まあ日が高いのがわかるように、影もちょっと映っちゃってますけど、まあライトの比較なのでそこまで問題ないかなと思ってやってみたいと思います。まずはこちらの、ストリームライト。ストリームライトはこういう感じですね。次にこちらのブルーエンの安いライト。両方つけて比較していきましょう。上がストリームライト、下がブルーエンのライトですね。こう見るところ、まあ、カメラでどう映ってるかはわからないですけど、ストリームライトの方が、明るい部分が広く感じます。そして、安物の方は、真ん中の方に光が集中して、そこからなんか、光の輪がある感じですね。ストリームライトもそれは微妙にはあるんですけど、そこまで見えるってほどのものではないですね。まあカメラではなんとなく見えるかなってのはわかりますけど、その輪っかがどうしてもこの安いブルーエンの方が、見えるかなとは思います。まあ大体比較するのは大体このぐらいですね。あとはそうですね。防水性とかいろいろ試してみたいとは思います。それではまずこの水テスト、水の中に入れたら、まだつくのか試していきたいと思います。では行きます。問題なくつきますね。もうちょっと長い間つけてみましょう。泡が出てるような感じはないので、水没してる感じはないですね。はい、問題なくつきますね。では次のテスト試してみましょう。次にこちら泥を用意しました。泥の中に入れてみましょう。あんまり泥がそんな深くないんですけど、まあこうちょっともみくちゃにしてどうなるか試してみますか。汚れるんで手袋も用意しました。まあ水が平気だったので多分泥も平気でしょうとは思いますけど、はい、試してみます。はい、問題なくつきますね。
ちょっと泥がこのライトの部分に入ってガリガリ感はありますけど、問題なくつきますね。はい、泥テストもパスしました。パッケージにこの 1.5 メートルから落としても大丈夫って書いてあるので、1.5 メートルぐらいからちょっと落としてみたいと思います。ショートでよくに出てくる中庭に来ました。次はドロップテストしていきたいと思います。パッケージには5フィート、だいたい 1.5 メートルの高さから落としても大丈夫だって書いてあったので、だいたいそのぐらいから落として、壊れるか壊れないか試したいと思います。1.5 メートルといえばだいたいこのぐらいですかね。まず1回目、問題なくつきます。ちなみに下は石です。はい、2回目落としたいと思います。はい、問題なくつきますね。はい、3回目いきます。はい、問題なくつきますね。はい、4回目いきます。はい、問題なくつきます。5回目。はい、問題なくつきます。ドロップテストも 1.5 メートルぐらいでは問題ないですね。落として今後少々傷はつきましたけども、問題なくつきますね。最後に試すテストは、100発ほど9ミリ弾から撃ってちゃんと持つのか落ちないのかいろいろ試していきたいと思います。では早速レンジで100発撃っていきましょう。では早速こちらのブルーエンのフラッシュライト9ミリから100発撃ってちゃんと耐えられるのか試していきたいと思います。今は問題なくライトはつきます。それではいきます。何しろ100発なので100発チャレンジでもないので早送りするかカットするかどっちかになると思います。多分早送りになると思います。ライトの方は、つきますね。ちょっとカメラで見えるかはわからないですけどちゃんとつきます。ライトとしては問題ないですね。100発撃ったんですけどもうちょっと、ライトのこう押しながら撃ってみたいと思います。こうライト操作して撃つことってあんまりないのでちょっとやってみたいと思います。問題なく撃ってますね。ライトも問題なくちゃんと作動しますし、ライト自体にはそう問題があるって感じはしませんね。もう一発残ってました。どうせなら撃っちゃいましょう。100発って持ち帰ってちょっともうちょっと近くに見たいと思います。最後にこちら5メートルから落としてみましたけど、もうちょっと高いところから8メートルぐらいから落としてみましょう。
8メートルから落としても問題ないですね。少々傷はちょっと目立ちますけど、まあそこまで問題かとは思いません。で、結論からしてこちらのライト、使う分には問題ないですけど、もしストリームライト専用のホルスターを持っているなら、こちらあんまり使えないかなとは思います。なぜかというと、これはちゃんとしたフィットはないからです。やっぱりストリームライトのホルスターはストリームライトではないとダメかなっていうのは思います。形は似てますけど、別に似てるからといって使えるってわけではないです。もしサバゲーでハンドガン戦だけであれば、実際のところこちらでも問題ないとは思います。壊れても実際そこまで高くないので、替えは効きますからね。この動画が面白いと思ったら高評価、チャンネル登録お願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。